ここどこ？なんじゃこりゃー。これなんだよ、取れねえ。なんなのびっくりした。みな、ワンコみたい。トレミちゃん、それどうしたの？やだ、みなにも。私たちみんな首輪と鎖がつけられてる。何の冗談だよこれ。カメラどこだよ。これあれだろ、ドッキリだろ。さすがにやりすぎだぞ。出てこいよディレクター。首は痛いよ、取れない。誰か取って。なんか冗談じゃないっぽい。みんな落ち着いて、周りを調べてみよう。じゃあ何か、これはマジってわけ？本当に私たちホラー映画とかによくある感じでサイコパスに監禁されちゃったわけ？そのうちゲームを始めようとか言って黒幕のビデオが流れ始める。いかにもそんな感じ。これ本当に冗談じゃなくて本当にマジ。どこなんだよここ。工場？私も思った。匂いとか雰囲気。私たちの鎖とつながってるね。この椅子、手かせや足かせもついてる。きっと座ったらガチャーンってなるやつ。こんな悪趣味な椅子漫画の中でしか見たことないよ。ねえこれきっと扉だよね。取っ手がないね。無理しないで。どうせ無理。
檻？誰か入れられてる。中、誰か入ってるぞ。子供？ねえ、君、大丈夫？動いてる。生きてる。この子の檻、出入り口がない。本当だ。じゃあどうやって入れたわけ？この子を入れてから溶接した？ねえねえ、僕大丈夫？怪我とかしてない？君、名前は？どうしてここに？聞こえていない？様子がおかしいよ、この子。なんか怖いよ。その手の映画だとこの子のポジションが実はラスボスなんだよね。やだよ、そんなこと言わないでよ。みんな怖いよ。やっとカリンが軽口を言えるようになった。落ち着こうみんな。ここはどこ？というか私たちいつの間にこんなところに？私、みんなで下校したところまでしか記憶にない。下校？みんなお昼休みのあたりで思い出せなくなるよ。火曜日のホームルームまでは確かに覚えてる。参ったね。私たちいつ誰にさらわれたかさえ覚えてないよ。みんなで知恵を出し合って考えよう。とにかくここから出る方法を考えなくちゃ。その方法を教えよ。典型的な悪役ボイスだね。静かに。4人の少女たち、私から君たちへは2通りの運命の準備がある。1つ、その部屋にいる全員が死ぬ運命。もう1つは3人の少女だけが助かる運命。3人。ちょっと待ってください。この檻の中の子供は助からないんですか？これは君たち4人の少女の運命を試すシーンだ。君たちがどのような運命を選ぼうとも、その少年の運命には
影響も及ばない。時間が来ればただこの部屋の全員が死ぬだけだ。いいねいいね。タイムリミットありのデスゲームってことでしょ。あるある、いかにもありがち。企画がチープだよね。スポンサーに抗議してやるんだから。少年よ、着衣のポケットを探るなり4枚のカードが見つかるはずだ。見つかったかね。ではその4枚のカードを1枚ずつ少女たちに配るがいい。変なカード。タロットカードみたい。違う。タロットカードにこんなのはない。君たちに配ったカードには3つの種類がある。その内訳を説明しよう。2枚は断罪者、1枚はピエロ、1枚は死刑囚だ。それぞれのカードの役割に従い君たちは自身が生き残れるかどうかその運命を試すのだ。説明は一度しかしない。少しでも生き延びる可能性を高めたく引き漏らさぬように従え。まず断罪者を引いた者2人。断罪者には2つの役割がある。1つは死刑囚に対し有罪か無罪かを宣告することだ。有罪と宣告した場合死刑囚の席に拷問用レバーが現れる。無罪と宣告した場合は死刑囚とピエロはその役割を直ちに交代する。有罪と無罪の宣告はいつでも何度でも行うことができる。仮にすでに有罪を下していたとしても無罪を宣告し直すこともできるというわけだ。ただしこの権利は有罪か無罪を最初に宣告した断罪者にしか与えられない。つまり一人の断罪者が何らかの宣告を行ったならもう一人の断罪者は宣告の権利を失うわけだ。代わりに宣告の権利を失った断罪者の手でのみ現れた拷問用レバーを操作することができる。そのレバーを引き下げると死刑囚に瀕死の苦痛を味わわせる拷問機械を作動させることができる。そしてレバーを一番下まで引き下げれば死刑囚を除く3人の首輪の鍵が外れここを出るエレベーターの扉が開かれる。これが3人の少女が生き残ることができる唯一の方法だ。
人の断罪者に君たち4人のうちの1人を見捨てる決断を迫る試練だ。そんな決断誰がするかよ。決断しないことも無論君たちに許される選択肢の一つだと。ただし決断を保留する時間は限られている。その時間は5分間だ。短すぎる。5分経ったら全員が死ぬことになるだろう。叫んじゃそれではこれを5分間のタイマーを開始する。ちょっと待ってください。まだ説明が終わってないです。ピエロのやることは、死刑囚のやることは。ピエロに求められる役割はない。せいぜい自分が死刑囚にされぬよう心象を損ねぬ努力をするのがよかろう。なんて残酷。じゃあ死刑囚は。聞くまでもない。ピエロに自分の死刑囚を押し付けるために断罪者に自分を助けてピエロを殺せと訴えるしかない。つまりピエロと死刑囚は生き残るために相手を殺せと罵り合わなければならない。何それ。なんでみんなたち小学校の時からずっと仲良し4人組なのに、なんでそんな恐ろしいことをさせられなくちゃならないのよ。さっきじゃそんな。教えたよガリレオガリライ星屑が輝くため闇は必要かな。毎日笑ったふりしてるけどプリテンダ心は上の空。プリテンダ涙は海の底。いつかの約束は宝物。振り子の時計右へ左